こんばんは、新パイロットきよきよです。今日はマイクロソフトフライトシミュレーターに突如現れた本格派の長距離路線用エアバス機をご紹介していきます。その名もエアロソフトトーリス A340-600 のプロ A340 の第2世代にあたる機体です。また新しい機体が出たのねと思った方、ちょっと待ってください。この機体がリリースされたのは単に大きな340が追加されたというレベルの話じゃないんです。これまで X プレーンでしか味わえないと言われていたトーリスによる深いシステム再現とエアバスロジックがついにマイクロソフトフライトシミュレーターに上陸したという歴史的な出来事なんです。今日はこの機体の魅力をじっくり掘り下げながら購入時に知っておきたい注意点もまとめて解説していきます。まず、そもそもトーリスって何という方も多いですよね。簡単に説明すると、トーリスは X プレーンの世界でエアバス機を作らせたら右に出る者はいないと言われるほど超名門のメーカーです。その再現度は本家エアバス社からもこれは素晴らしいとお墨付きをもらうほど。一方、今回タッグを組んだのはエアロソフト。マイクロソフトフライトシミュレーターで多くの機体を出していますが、正直に言うとこれまでは見た目はいいけれど中身が物足りないという評価もありました。私のチャンネルでもちょっと厳しい紹介をしたことがありました。ですが今回はこの2社が得意分野を完全に分担したんです。具体的にはトーリスがシステム、飛行挙動、エンジンモデルを担当し、エアロソフトは外観・内装のビジュアル面を担当しています。まさに最強の脳と肉体が合体したような機体なんです。ここで面白いのがこの機体の動きです。実はこの A340、マイクロソフト標準の物理エンジンをあえて使っていません。マイクロソフトフライトシミュレーターの物理法則だけではエアバスの複雑な挙動を再現しきれないと考えた彼らは、専門の大学と協力して独自の飛行挙動をゼロから構築しました。つまりマイクロソフトフライトシミュレーター内で X プレーンの操作感を再現しているんです。一番わかりやすいのが着陸です。マイクロソフトフライトシミュレーターの機体にありがちなフレアをかけるとふわっと浮きすぎるという感じがなく、地面にストンと落ちるような接地感を味わえます。X プレーンに慣れている方ならこれだよこれと思うはずです。次に外観を見ていきましょう。第一印象はとにかく長いです。全長は約75メートル。まるで鉛筆のような細長いシルエットが特徴で、マイクロソフトフライトシミュレーターの旅客機の中では 747-8 に次ぐ長さを誇ります。ドアについては乗降用のドアが8つあり、貨物ドアは前側と後ろ側の2箇所が開けられるようになっています。近くで見るとリベットやデカールなど細部まで細かく作り込まれています。そして注目はエンジン。第一世代の CFM56 から巨大でパワフルなロールスロイスのトレント500に進化しています。イニビルズの A340-300 でなかなか上昇しなくて苦労したという方も多いと思いますが、この -600 の場合はエンジンが強力のため上昇スピードは速いです。サウンドもカスタム音源が採用されていて重厚な響きを楽しめます。
客室も手抜きはありません。機体の後ろまで歩いていくと下へ続く階段があります。降りた先にはトイレが再現されています。スイッチを触るようなギミックこそありませんが、長距離の飛行の合間にちょっと客室の様子を見に行くという遊びができるのは没入感を高めてくれますよね。コックピットに入ってみましょう。窓やテーブル、サンバイザーなど動かせるものはいろいろありますが、正直な感想を言えばフェニックス A320 のようなため息が出るほどの超高精細なテクスチャーと比較するとプラスチック感が強く粗い部分もあります。でもここでがっかりしないでください。この機体の名前にあるプロの本質はビジュアルではなくシステムの深さにあるんです。 EFB を開くとその多機能さに驚きます。1段目は普段のフライトで使用するための機能が詰まっています。ナビグラフのチャート、これはナビグラフと連携することで利用可能になります。シムブリーフの概要を確認する画面、次に重量とバランス、数字を調整して直感的に重量を設定できます。次の2つは離陸と着陸におけるパフォーマンス計算機です。最後にチェックリストです。手順通りに飛ばしたいユーザーには最適です。2段目には設定や補助的な機能が入っています。状態保存に関してはイニビルズ A350 のように今の状態を保存できます。今日はここまで、続きは明日とできるのは長距離機体には最高ですよね。故障設定に関してはリアルな故障からランダムな故障まで幅広く対応しています。地上サービスに関してはエンジンカウルの開放、カバーの装着、除氷作業などが可能です。この機体はリアルと連携する複雑なシステムを持っているため、寒い場所で除氷作業をサボるとちゃんとペナルティを受ける本格仕様になっています。ハードウェア設定に関してはとっても簡単で、各設定したいポジションに置いてボタンを押すだけです。ウィングフレックス、段差によるランディングギアの揺れ、機体の経年劣化などによる多少のパフォーマンス変更など、自分の思い通りに調整ができます。シムブリーフ ID を入れてルートや重量設定をインポートすることもできます。長距離機だからこそ嬉しい機能が3つあります。1つ目はジャンプ機能です。これは次のウェイポイントあるいは MCDU に入れた特定のウェイポイントへワープすることができます。移動に関しては一瞬で完了します。すごいのがワープ後の燃料消費も自動計算してくれるところ、降下開始地点から再開なんて使い方も可能です。2つ目が時間短縮機能です。シミュレートを変更することができます。限られた時間内でも長距離を飛ばしたい方に最適です。最後はリプレイ機能です。これは全機体に載せてほしいくらい最高です。機体を読み込んだ時から操作の記録が開始され、 EFB でリプレイモードを選んでバーを動かすと過去1時間でどういう操作を行ったかをすぐに振り返れます。しかもリプレイが終わった場所からそのままフライトを再開できるんです。再開時には特に追加の操作は不要。着陸時に自分の操作を客観的にチェックしたりするのに最適です。さらにマイクロソフトフライトシミュレーターでは珍しい第3の独立した MCDU や燃料投機、サーキットブレーカーの操作まで可能です。
この機体を飛ばすにはちょっとしたコツが必要です。まず MCDU にフレックステンポを入れるときは数字の前に必ず F をつけてください。エンジンの始動に関しては1番から順番に E カムを確認して N2 が 10% に達したら2番を始動。その後は3番、4番と同じように進めます。標高が高い場合は一発ずつ始動します。次はタキシングです。何しろ75メートルの胴体長です。A320 の間隔で曲がると後ろのタイヤが草むらに落ちます。タクシーカメラを利用してかなり突っ込んでから曲がり始めましょう。機種上げのローテートはスティックを少し引いて機体が反応するのを待つのがコツ。急に引くと機体後方を地面にぶつけるテールストライクを引き起こします。いかがでしたでしょうか。エアロソフトトーリス A340-600 のプロ。まとめるとこの機体はなんとなく飛ばしたい人向けではなく、エアバスのシステムを正しく学びリアルに運航したいフロートのための機体です。エアロソフトのビジュアルとトーリスの頭脳が融合した唯一無二の存在感。お値段は 12,300 円とソフト1本分以上の価格ですが、フェニックス A320 に匹敵するような深いシステムを持つ長距離機体を探しているのなら、これ以上の選択肢はありません。気になった方は概要欄のリンクからエアロソフトのサイトをチェックしてみてください。この動画が役に立ったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良いフライトを。